はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。子供の頃、ダンゴムシを見つけて遊んでいた人も多いですよね。ブッチャーもそんな一人です。大人になると、ダンゴムシと遊ぶ機会も減って、なんだか大人の階段を登るってこういうことかって実感し、寂しくも感じます。ということで、今日は童心に帰って海のダンゴムシを食べてみます。それでは早速やっていきましょう。今まで2回にわたり、米とサーカスさんのチャレンジャーセットを紹介してきました。カラスとヒヨコ、ヘビとカエル、チャレンジャーセットの中身も残すところ、あと一つです。これはおまけという立ち位置ですが、チャレンジャーセットの中で、これが一番の目玉商品と言ってもいいかもしれません。皆さんお待ちかねのオオグソクムシです。なかなかの見た目ですね。これは静岡県産です。オオグソクムシはダンゴムシやフナムシの仲間の冬脚類で、日本の本州南部以南の水深150メートルから600メートルくらいに生息する海生甲殻類の一種です。日本の冬脚類の中では最大の品種で10センチから15センチにもなるそうです。名前が似ていますが、さらに体長の大きいダイオウグソクムシは最近ネットなどでも有名ですね。こちらはなんと体長が最大50センチにもなる大型の品種で、冬脚類の中では最大の品種と言われています。他にもコウテイグソクムシと言われる種類の大型のグソクムシもいます。こちらの方が大きいなんて記事も見ましたが、実際はどっちが大きいんですかね。詳しい方いたらぜひ教えてください。裏面にカロリーが書いてありますが、オオグソクムシは 100g あたりカロリー 166kcal で、タンパク質 19.4g、脂質 9.5g、炭水化物 0.8g です。ご飯1杯のカロリーよりも低く高タンパクです。脂質はやや高めですが、タンパク質を摂取したい方はいいかもしれません。袋から出してみましょう。なかなか攻めたビジュアルです。でもこの丸みのあるフォルム、意外と可愛いかもしれません。こちらも綺麗に内臓が処理されています。素人にも扱いやすく工夫がされています。匂いはどことなくエビっぽいような磯っぽい香りを感じます。虫って名前が少し思考の邪魔をしますね。オオグソクムシではなく、これがオオグソクエビだったら何の迷いもなく純粋な気持ちで食材として見れそうです。なぜか虫って入っているだけで警戒してしまうのは日本人の差がですかね。これが陸にいたら怖いけど、水の中にいると特に怖くない。この感覚わかる人いますか？殻の硬さはエビというよりはザリガニっぽいですね。美味しい食べ方は素揚げということなので、早速油で揚げて食べてみましょう。熱した油の中にオオグソクムシをそのまま入れて素揚げします。徐々に色が変わって白っぽくなってきますね。よく揚げが美味しいということなので、しっかりとカリッと揚げていきます。なんか白っぽい方がより虫っぽさが出ますよね。エビみたいに赤くはならないようです。それでは揚がったのでお皿に盛り付けます。なんだかお皿に盛り付けると一気に高級感が出ますね。世界中のありとあらゆる美味しいものを食べ尽くした究極の美食家が行き着く最後の晩餐のようなシュールな絵面が、食欲という三大欲求を全く刺激してきません。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はドイツのシュナイダー・アベンティヌスを飲んでみましょう。今までも何度かシュナイダーのビールは紹介していますが、その中でもシュナイダーがビールマニアのために醸造したと言われるのがこちらのビールです。飲むメルセデスとも言われているまさに究極のビールです。アルコールは 8% と高く、色は濃いめの茶色です。ローストしたホップを使用し、ワインのような芳醇な香りやスパイシーさやチョコレートっぽさなども感じる味わい豊かなビールです。それではオオグソクムシ食べてみます。まずはカットしてみます。内臓などは処理されていて、中は空洞です。おしゃれな食べ方は難しそうなので手づかみでいっちゃいます。もし今目隠しした状態で今から食べるものを当ててくださいって言われたら、エビと答えちゃうくらいエビっぽい香りです。ザリガニもですが似たような香りありますよね。ちょっと硬いエビの殻を食べている感じです。口の中に結構残るので、この食感が苦手な人も多そうです。味としては美味しいですね。俺の塩島田をかけて食べてみましょう。塩気がプラスされると一気に食べやすくなります。頭の部分が味噌のようなものが詰まっていて、特に味が濃厚でおすすめです。
これは友達と一緒に食べるときは頭と尻尾で喧嘩になりそうです。今回このチャレンジャーセットのおかげで食の経験値がだいぶ追加されて味覚の幅が広がった気がします。皆さんももし気になる方いればぜひ食べてみてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。オオグソクムシいかがでしたか？食べてみたら意外と美味しい食材ってまだまだありそうですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。